膵臓がん。この言葉を聞くとすごく重たい気持ちになりますよね。でも今日はですね、そのイメージをガラッと変えるお話をします。というのも、近年の治療法っていうのはもう劇的に進化していて、かつての常識がどんどん覆されているんです。この解説では、その新しい治療の世界を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、今回はこの6つのセクションに沿って診断から最新の治療まで一つ一つ見ていこうと思います。皆さんが自分自身の治療の地図を手にできるようしっかりガイドしていきますね。さて、まずはセクション1、希望の新時代です。昔はもう本当に恐ろしい病気っていうイメージでしたけど、今は違うんです。管理可能な病気に変わりつつある。その中心にあるのがトータルケアっていう考え方ですね。これはただがんを叩くだけじゃなくて、患者さんの生活そのものを支えるってことです。さあ、その新しい現実を一緒に見ていきましょう。では、セクション2、診断です。どんな旅でもそうですけど、まずは自分の今いる場所、現在地をしっかり把握しないと始まらないですよね。膵臓がんの治療っていう地図には、実はすごく大事な2つの指標があるんです。これを理解することが一番いい道を選ぶための最初の、そして一番大事な一歩になります。はい、これ2つありますけど、ちょっと違うんですね。左側の病気分類、いわゆるステージってやつですね。これは、がんが体のどこまで広がっちゃってるのっていう問いに答えるものです。で、それに対して、右側の切除可能性分類。こっちのがもっとストレートで、このがん、手術で全部取り切れるっていう、もう治療の根幹に関わる問いなんです。特に、この切除できるかどうかが、手術を考える上ですっごく大事になってきます。で、こちらがその切除可能性によってどういう治療戦略になるかっていう全体像ですね。見ていただくと分かる通り、左側の分類によって治療の方針が大きく4つの道に分かれてるんです。例えば、血管への影響が少ない切除可能なケースだと、まず手術。でも、血管にちょっと触れちゃってる切除可能境界っていうのだと、まずお薬でがんを小さくしてから手術を目指すと。ね、最初の診断がどれだけ大事か、これを見るとよく分かりますよね。さあ、セクション3は手術の話です。膵臓がんを完全に治す可能性がある唯一の方法、それが手術です。でも今日一番お伝えしたい大きなテーマは、単に誰が手術できますかって話じゃないんです。そうじゃなくて、どうすれば手術できる状態に持っていけるか、ここがポイントなんですよ。そこで出てくるのが、このコンバージョン手術っていう本当に画期的な考え方です。これどういうことかっていうと、最初は、これは手術できませんねって判断されたとしても、お薬の力でがんを小さくして、手術できる状態に変えちゃう。まさに希望への架け橋といえる戦略なんです。じゃあ、具体的にどんな道のりになるんでしょうか。最初は切除不能と診断される。でも、そこで諦めない。術前に化学療法とか放射線治療をしっかりやることで腫瘍がぐっと小さくなる。そうすると大事な血管との間に安全なスペースが生まれることがあるんです。そうなればもう一度評価して、よし手術できるってなって、根治を目指す手術への道が開かれる。かつてはもうそこで終わりだと思われていた扉を、現代の治療がこじ開けることができるようになったんです。セクション4では、拡大する治療の武器について見ていきます。治療の道具箱には、手術とか昔ながらの化学療法だけじゃないんです。ここ数年でものすごく強力な武器が加わりました。今回は特に2つ、がんをピンポイントで狙い撃ちする放射線治療と、それから一人一人の遺伝子の情報に合わせて薬を選ぶ精密医療、この大きな進歩に注目してみましょう。この日付覚えておいてください。2022年4月。これ、日本の膵臓がん治療の歴史の中である画期的な治療がぐっと身近になったすごく大事なターニングポイントなんです。一体何があったんでしょうか。はい、この日からですね、今までめちゃくちゃ高額だった粒子線治療っていうのが、切除できない膵臓がんに対してなんと公的な保険で受けられるようになったんです。これによってお金の心配っていう大きな壁が取り払われて、この超高度な放射線治療がより多くの患者さんのためのリアルな選択肢になったということなんです。じゃあ、なんでこの粒子線治療がそんなにすごいのか。このスマートミサイルっていう例えがすごくわかりやすいと思います。普通の X 線って体に当てると弾丸みたいに体を突き抜けちゃうんですよ。だからがんの奥にある正常な組織にもダメージを与えちゃう。でも粒子線は違う。
まるでスマートミサイルみたいに、がんのところにピタッと止まって、そこでエネルギーをドカンと放出するんです。だから、周りの元気な細胞を傷つけずに、がんだけをものすごく強力に叩けるわけですね。さて、次は精密医療のお話です。これは、がんの遺伝子を調べて、その人に一番効く薬を探すっていうアプローチですね。膵臓がんの患者さんの中に、ほんのわずかですけど、MSI ハイっていう特別な目印を持っている方がいるんです。その割合見てください。たったの 2%、100人いたら2人という計算です。すごく珍しいですよね。でもです。この 2% の患者さんにとっては、これがとんでもない希望の光になることがあるんです。キートルーダっていう薬、聞いたことありますかね。こういう免疫チェックポイント阻害薬っていうのが劇的に効く可能性がある。これは、がん細胞がうまいこと免疫にブレーキをかけてるのを、そのブレーキを外してあげて、自分自身の免疫力でがんを攻撃させるっていう薬なんです。だからこそ、治療を始める前に遺伝子検査をすることって本当に大事なんですよ。さあ、セクション5です。治療っていうのは、がんを叩くことだけじゃないんですね。痛みとかの症状をコントロールして、長い戦いを乗り切るための体力をちゃんと維持すること、これも同じくらい大事なんです。これを支持療法って言います。膵臓がんの症状で一番辛いと言われるのが痛みです。皆さん、もし自分がそうなったらって考えると、痛みはただ我慢するしかないんだろうかって思いませんか？でも、答えははっきりしています。いいえです。最新の研究だともうはっきり分かってるんです。痛みが我慢できなくなってからお腹の神経にブロック注射をするんじゃなくて、もっと早い段階で積極的にやる、そっちの方が断然効果が高いんです。早くから手を打っておけば痛みを根本から抑えられるし、オピオイドみたいな医療用麻薬を使う量も減らせる。結果的に日々の生活の質 QOL を高く保つことができるんです。それからもう一つ、特に手術の後によく問題になるのが、この水害分泌不全です。簡単に言うと、膵臓が弱ってしまって食べ物を消化するための酵素を十分に出せなくなる状態。そうすると栄養がうまく吸収できなくて下痢をしたり体重が減ったりしちゃうんですね。この問題に対してすごく力強い味方になってくれるのがリパクレオンみたいな消化酵素を補うお薬です。ちゃんと栄養を取るっていうのはただ元気になるってだけじゃないんです。これから続く化学療法とか次の治療をしっかり乗り切るための土台そのものを作ることなんですよ。さて、いよいよ最後のセクションです。そしてこれが一番大事なメッセージかもしれません。これからの治療の道のりで、あなたが、そう、あなた自身がチームの中心になるということです。今日お話しした大事なポイント、もう一度おさらいしましょう。まず、診断は病気、ステージと手術できるかの2つで決まる。そして、切除不能って言われても、コンバージョン手術っていう希望の道があること。粒子線治療や MSI ハイの人向けの精密医療っていう新しい武器も増えてる。そして QOL、生活の質を守るために痛みの感知や栄養のサポートも積極的にやること。この知識があなたと医療チームの間の力強い架け橋になります。絶対に忘れないでください。膵臓がんの治療はチーム戦です。そしてそのチームで一番重要なプレイヤーは他の誰でもないあなた自身なんですから。さあ、今日この話を聞いてどう思いましたか？次の診察であなたが主治医の先生に最初に投げかける質問は何ですか？あなたが主体的にその一歩を踏み出すこと、そこから新しい道がきっと始まります。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。